事に購入することができました。私のサイズがねラス1で、しかもキャンセルが出てようやくギリギリ買えたっていう感じだったので危なかったです。結構朝からね、開店と同時に何人か並んでいた方もいたみたいで、無事に帰ってよかったです。でちょっとこの後実物を見ながらお話ししていこうと思います。ということで買ってきました。早速ね中を開けてみちゃおうかなと思います。箱はですね前回と同じような感じのボックスになってますね。この7個の謎のパンチングがついてるのとソングフォーザミュートのロゴマークがついてるっていう感じですね。では開けていきます。この紙は前回と同じ紙ですね。青っぽい壁画みたいな感じの紙が使われていますね。で、替え紐がついてますね。黒の替え紐がついていて、これが実物になります。めっちゃ可愛い。私はね茶色をチョイスしました。ちょっとね両足揃えて見ていこうと思います。はい、出してみました。どうでしょうか。今回この茶色がやっぱり人気だったんじゃないのかなと私は個人的に思ってます。他にも白とかあとは黒が出てたんですけど、黒は黒のスウェードでところどころにこうなんていうんですかね、エイジング加工で白っぽく削れているっていう感じで、白の方は表側と裏側の、これと茶色と似たような感じの切り替えなんですけど、ちょっとねその色の差とかが分かりにくいかなっていう感じでした。でこの茶色はね一番この色使いの違い、こう見てもらうだけでも分かると思うんですけど、パーツごとにすごいちぐはぐになってるんですよね。この良さが一番出てるのがこの茶色かなと思ったので、私はこの茶色を購入させていただきました。かなりねいいですよね。左右でも全然色の差が出ていて、で特徴なのがこのつま先のシェルトゥーのところにまでついているシューホールですよね。実際中で二重にこうぐるっとシューレースが巻かれていて、そこからこう飛び出てきているっていう感じなんですよね。なので普通のスーパースターに比べて中にねシューレースが入ってるんで、それはねちょっと当たっちゃうかもしれないなっていうのは履いてみて感じました。ただこのね革の部分、中にライニングというかクッションとかも何も入ってなくて、中見てもらうと分かると思うんですけど、一枚革で仕立てられてるんですよね。この履き口の部分はあるんですけど、このボディのアッパーのところは一枚革なのですごい薄くて柔らかいんですよ。なんでこうかかとを踏みつぶしても履けちゃうような薄さになってて、全体的にも柔らかいんですよ。なので、今回私はハーフサイズ下げました。いつものマイサイでも脱げちゃったりはしないんですけど、かかとにちょっと余裕があって、それが履いてるうちに気になっちゃうんじゃないのかなという気がしたんですよね。これスウェードレザーなので多分履いてるうちに伸びたりもすると思うんですよ。なので今回はハーフサイズ下げました。前回のこの子ですね、ソングフォーザミュートのカントリー、これの場合はハーフ下げてもいいかなと思ったんですけど、シューレースの部分がねちょっと特殊できっちりと締められない感じだったので、私はこれの場合はマイサイズを購入したんですけど、今回はねこんだけシューレースしっかりついてるので、私の場合甲が低くて下手にサイズを下げちゃうと前に滑った時につま先当たっちゃったりするんですよ。なので下手に下げたりはできないなっていう足の形をしてるんですけど、今回はねもうつま先の方までしっかりとこうホールドしてくれるシューホールがついてるので、これの場合は下げても問題なさそうだなということで下げさせていただきました。お店でね念のためにインソールを外して長さを確認してみたんですけれども、やっぱりねカントリーに比べてスーパースターのインソール大きめになってるかなと思います。今画像で見てもらっている一番右が私の持っているカントリーのマイサイズなんですけれども、ハーフ下のインソールとぴったり同じ長さになってますよね。同じサイズ同士だとスーパースターの方がちょっと長めのインソールになってるので、やっぱりねこのスーパースターちょっと大きめなんじゃないのかなと思います。でハーフ下にしたいなと思った時に、ハーフ下のサイズがもうラス1、しかもその時は別の方が試着されてたんですよ。なので今ちょっとないですっていう状態で、あれもしかして朝一で来たのに買えないなんてことありますかと思ったんですけど、その方がこのサイズをねキャンセルされたんで、無事に私が購入させていただいたっていう感じなんですよね。結構危なかったですね。渋谷とか原宿だったらアトモスさんとかにもねあると思うので、そっちとかにね回ればどこかしらで手に入ったとは思うんですけども、1店舗目で無事キャットストリートの原宿本店で買うことができたのでよかったなと思いました。しっかりと見ていきますか。ちょっとね余計なものがあると分かりにくいと思うので全部外しちゃいました。でこれね左右で非対称なんですよね。分かりますかね。微妙に色が違うんですよ。
特にソールを見てもらえれば、こっちがブラウンでこっちがキャメル色になってるんですよね。内側の皮もこっちがちょっと濃い色、こっちがちょっと薄い感じの色になってて、黒皮の部分は一緒かな。あとシェルトゥの色もちょっと違いますよね。こっちが濃くてこっちが薄いっていう感じで、外側の部分はこっちはね表側になってるんですよね。かなり柔らかい皮の表側で、こっちがちょっとクラックレーザーみたいな感じになってて、外側でも色が全然違いますよっていう感じですね。一番分かりやすいのはこのかかとですよね。かかとでこうやって見ると全パーツが一気にこう見れるんで、色の違いがはっきりと分かるんじゃないのかなと思います。で端の部分のレザーはね、さすがに同じ色だとは思います。よーく見ると違うような気もしないでもないんですよね。こっちの方がちょっと濃いような気もするんですけど、個体差なのかどうなのかがちょっと定かではないかなと思います。一応天然比較なので、そこの色の差はねちょっと難しいかなと思いますが、全体的にはかなりクレイジーパターンになっていて可愛いんじゃないのかなと思います。ソング・フォー・ザ・ミュートのタグはね前回と一緒だと思います。こんな感じで、紐は前回はコットンの柔らかい感じだったんですけど、今回はポリエステルが入っている感じの張りのある感じのシューレースになってますね。つま先のシェルトゥーの部分はこうぐるんとなっているってさっきお話ししたと思うんですけど、一周回っているんですよね。よいしょ、取れた。でこうしてあげると分かりやすい感じになりますよねっていう感じですね。ここもつながってるので、取ってあげるとこんな感じになってますね。もう一緒にここまで穴が開いてて、でインソールはね前回と同じようなデザインなんですけど、今回はね取り外すことができるようになってます。ここにはね「Song for the Mute」うんちゃらかんちゃらってこう刻印されてて、前回のカントリーにもこのプリントはされているんですよね。で1枚側なんでね、中はこんな感じの作りになってます。端の裏側はね白い皮になってるんですけど、これはね合皮かな、なんかちょっと安っぽい皮な気がします。皮の断面が見えますかね、布っぽい感じになっているので、ここはね合皮かもしれないですね。かかとの内側の部分ももしかしたら合皮かなという気はします。そこまで素材に関しては気にしすぎなくてもいいかもしれないです。前回のこれはね腹子に見えてフェイクヘアレザーみたいな感じだったんですけど、今回のこれは一応ちゃんと全部本革使っているので、エイジングしてってより雰囲気が出てくるんじゃないのかなっていう感じがしますね。こんなとこですかね。じゃあ今からねこれシューレースをね通し直して着画を取っていこうかなと思います。はい、実際に履いてみました。こんな感じですね。かなり可愛いんじゃないのかなと思います。よいしょ、こんな感じになってます。さっき触れなかったんですけど、ここにはねピスネームがいつもの通り追加されていて、前回がね4番だったんですけど、今回は5番になってますね。コラボレーションのシーズンが進むにつれて数字は増えていくのかなと思います。さっきいっぱい話しちゃったんで話すことはないんですけど、こんな感じでねかかとも浮き全然ないですよね。しっかりとついてきてくれてるので、柔らかいんですけどかなり履きやすいスニーカーだと思います。で真正面でこう見てあげた時にもうつま先の方までこうシューレースが通ってるので、スーパースターなんですけど、このシューレースが1個増えているだけでいつもとは雰囲気が変わってくれて、かなり面白いんじゃないのかなと思います。で去年の秋ぐらいからずっとブラウン今の気分ですって話しているので、今回もブラウンにしてスウェットパンツもブラウンで合わせてみました。ブラウンしすぎてもちょっと変になっちゃうので、パンツはねブラウンとかじゃなくて黒とかにしてあげてもいいのかなと思います。じゃあねせっかくシューレースついてきていたので黒にも変えて履いてみようかなと思います。はい、シューレースをね黒に変えてみました。どうでしょうか。こんな感じになってます。黒にするとちょっとかっこいい感じになりますね。白のまるっとした柔らかい感じとは全然違って秋冬に合ってそうな感じがしますね。今からの季節だったら私は白のシューレースの方が好きかなという感じがします。あとこのシューレースの通し方ですね。黒だったらこのアンダーラップよりもこっちのねオーバーラップの方がちょっとパリッとかっこいい感じがして合ってるんじゃないのかなと思いました。白だったらねアンダーラップでいいのかなとは思うんですけど、皆さんその辺はどう感じるでしょうか。皆さんもね購入していたら自分はどの色とかどういう通し方がいいですよとか、あ
とは付属のシューレース以外でもこういうシューレースに変えてみましたっていう人がいたら、教えていただけると幸いです。では今日はこんなところで失礼しようかなと思います。Song for the Mute コラボのスーパースター買いに行ってみましたよっていう動画でした。ではまた。